げえ狭いよ。東山湖といえば通年なんだかんだボトムが強いけど、メタルは幸男君はどんな感じ？タックルはまず先上司ってメタルめっちゃやりづらいじゃん。ああそうだねちょっとどうにかした方がそうそうそう実はね先っぽで動かすイメージで、この上下動でやるんでP ラインの方がいいです。特に沖でちゃんと跳ね上げて魚呼ぶのに高さが出せないと上げられないじゃないですか。で高さが出るセッティングにしておけば、まあ、持ち上げないのはこっちのロットワークでできるんで、特にまあそうだな、もっと食わせによるんだったらメタルじゃなくて普通のプラスチックのプラグになるんですけど、メタル使うのってある程度こうスピードのリアクションだったり、もしくはその波動の強さで浮いてる魚も引っ張っちゃうとか、広範囲の魚を引っ張るみたいなことが多いんで、基本は P でやります。今はインフィニティの 0.25 に先端がフロロの4ポンドで、メタルもなんていうかな、まあ、でも昔みたいにねメタルをこうちょっと止めといて食わすとかっていうのはほぼ今プラスチックでやるからないんで、基本的には速いテンポでやる。針は今キャンバスの4番、遅ければ遅いほどこうちょっと眠ってる方がいいんですけど、メタルの場合速いからある程度ワイドゲープで針が立ちやすいやつで、今回はキャンバス4番でやってます。まだオープンして間もない東山湖だと、結構ラインの与えるプレッシャーっていうのが P の場合糸が目立つじゃんちょっとバカにならない部分あると思うんだけど、なんかメタルだとそこまで気にならない。もう勢いでいっちゃう釣りだからじゃない？もう早いじゃん。ブルブルっていうのに対して、食べたいって寄ってくるある程度そのいい魚と、もう一個はもうスピードのリアクションでどっちにしろこう目の前にスッていった瞬間にハッて食う感じ。ルアーパーもあるから相対的に糸が目立ちにくいのかななんていうのはあるね。でそれが今度そのもじもじ、例えば今自分がやってるようなタップダンサーでこうシェイクしたりとかっていうと、なんかエステルスーパーエステル使った釣り、それ何それ？この虫マスが食べそうな虫なんだろうね。どこまで話したっけ？何話してました？どっからだ？スーパーエステルみたいなまで。ああそうだね例えば今自分がやってるタップダンサーのボトムシェイク、まあ、これも東山湖時期問わず鉄板メソッドの一つだと思うんだけど、こういう釣りだとやっぱエステルの方が反応してくれることが多い、どうやって糸が入るかね。同じプラスチックでもさ、タップダンサーとか使う時俺こっちの P で持ち上げたいの。上に来てほしい。そうそうそう、糸がさどうしてもエステルとこ入るでしょ、下に角度が、ボトムに対してこう来ちゃうじゃない。やっぱこう上げたいんで、ブリッてしたい時は P。 ああなるほどね、あじゃあ同じボトムルアーでも上方向に操作したい時はもう P を使って、でボトムから離れてほしくない時はエステルを使うと。耕すってそうちゃんとか言うけど耕してるよいしょよいしょってやって中層のやつを下に呼び込むんですけど、その時ってやっぱ高さがあった方がよくて、ちょっと一回耕してみる。あまあエステルでもできないことはないね。できないことはない。その角度が緩くなっちゃう。そうでより短い距離で上に上げてまあこうは動かないんだけど真上じゃないから、でもこうルアーが動くんじゃなくて少しでも上に行ってまっすぐ落としたい。そう
で一瞬さそのエステルのボトムがすごい強かったじゃない、一周回ってまた PE のボトムが今超熱い。それすげえわかる。変わってきたよね最近。そう耕したら釣れた。みんなが同じになっちゃうとやっぱりね、そうだね。違う方が総取りできるから、前半耕してでキャストの中盤からシェイクに変えたら来た。さっきメタルはキャンバスの4番うん。だったけど、こういう系は社長君針何使う？プラグ系。よちよちさせるんだったらもうクラッチ。ああやっぱそうだよね、うん今これ自分のやつもクラッチ前後とも8番。やっぱそうだね、停止に近づけば近づくほどうんうんポーズに近い状態で釣る時ほどクラッチの良さが生きてくる。うん。太さもちょうどいいんだよねこれキャンバス。うんあのさメタルで高活性を取っていく時だったらもっと太い針でもいいんだけど、うん本当にリアクションでハッて食ってる時は、うんちょっとでかくて細いっていうのは単純に針が残るよね。ああなるほどね。メタル枯れたかも。さっき相当釣れてたからな。ずーっとつってたからね。ここになって枯れる。枯れる。あるある。まあメタルみたいにやっぱ強いルアーは速攻性がある分うん。釣り切っちゃうっていうのも多少あるから、やっぱそうなるとこういうプラグで最後絞り出すってうん。いうのも必要になってくる。あ釣れる。さっき無限に釣れるんじゃないかぐらい釣れてたもんね。今でもこれプラスチックのプラグのボトムもただずっとシェイクしてるんじゃなくて、さっき教えてもらったそうちゃんの必殺技の前半耕しからの後半シェイク、マジ。これは調子いい。まだなんだろうこれ取ってるのがさ10月だからうん浮いてるもんね、魚が。そうだね。だから最初にこれでここにルアーあるよって見せてやって、で魚が多分今もう周りに集まってきてるから、ここからシェイクで食わせる。うんうん。おおおでかい。違う。あ、こっちに来た。ダブルヒッチューマスちゃん。ト。耕すとめっちゃ釣れる。1、2頭はちょっと我慢だねこれね。そうだね。うん。場が育ってくる。あとちょっとしたコツでボトムやるときにこれもう食った竿は下から持った方が針が残る。こうやって持っちゃうと当たった時に逃げがないでしょ。特に P でやる場合は下からこう持ち上げるようにすると針が残りやすい。魚の発生とかポジションによって使い分けってなんか説明できる。まあ試してみるのが早いですけどね。そのエース級を自分の中で理由をつけて、そうそうだからちょっと多分一番なんていうかな速攻性があって魚引っ張れるのはメタルだと思うんですよ。ただまあ総量が多ければいいんだけどね、枯れるっていうのもあるし、そうあまりにもパワーがあるからちょっと枯れやすいっていうのがねある。で仮にですけどすげえ魚がいるところだったら俺は多分メタル使わない。薄いとこほど強いっていうイメージ。特に回遊単発みたいな時にしっかり見っけてもらうっていう意味ではだからあの辺とかで戦うとかでボトムでやるんだったらありかなっていう、確定でいっぱいいるならもう食わせに行った方がいいから、もじもじする、まあ、例えばダートランでもじもじするとか、でどっちかメタルで行くべきか細長系で行くべきか悩んだらプラスチックのバイブにする。
そうだね。その3段階の活用っていうのが一番オーソドックスかな。でも本当セオリーに当てはまらないことも多くて、基本結局全部試してみるしかないっていうのがある。イメージはもうボトムやるときは高さがアピールだと思ったらいいですよ。下にいる魚に対して持ち上げることで広範囲の魚がいけるでしょ。プラス中層のやつも呼び込みたいとかで、逆にもう全然もう浮いてないんだったら持ち上げてなくていいんでねだからダート系とかに切り替えるとか、完璧な答えある。スーさんがただ個人的に知りたかった個人的に伝わる。バリバスチームが戦うためのまあそんぐらいの方がソエさんも出てるからいいかもしれないですね。ちょうど本当に知りたいこと、ちょうど多分さっき言ったちょっと中級者に向けてチームバトルにって、これソエさんのことだね多分企画自体が私利私欲にまみれてるよね。あとじゃあおまけでもう一個言うと、ボトムプラグはね、俺はローライトだったら濃い色焦げ茶みたいなで、日中はちょっと薄いのを使うたがる俺がね。でこれが例えば北関東の試合とかになるとすごい強い色とかも入れるんですよ。先に取ったもん勝ちみたいになるんでどんどん枯れていくから。東山の場合はめちゃんこ魚がいるからほどほどの強さのやつでずっと釣った方が正義になりやすい。結果茶色強いぞ焦げ茶と薄茶みたいなほどほどの茶色ほどほどの茶ほどほどの茶色これ濃い茶色みたいな。だから濃い茶色使うのはだいたい朝一とか。あ、こっち薄い茶色だ。そうそう、日中は絶対薄い方がいいよ大ね。体こういう感じ。こんな感じです。でこれ逆にすると結構釣れなくなるから気をつけてください。要はダート系ボトムダート系なのに PE っていうのはあんまり合わない。まあ、ゆっくりよちよちやるんだったら P でやることもあるんですけど、エステルでやった方が釣れるし、そのレンチにね糸がずっと入ってるんで。で逆にバイブを、まあ、エステルでやってできないことはないけど、ちょっとなんかダイレクト化にかけると P のがね上に上がるっていうのがあってやりやすいっていうのは覚えておいた方がいいと思います。